さんこんにちは。今回のご依頼は今社会問題にもなっている孤独死の現場のお片付けと特殊清掃です。コロナウイルス拡大で外出自粛要請もあったりと、高齢者の方は感染すると重症化する恐れがありますので、外出を避けている方もいます。そんな中で真夏の熱中症や持病を患っていらっしゃる方が室内で亡くなられ、長い間ご遺体が発見されずにいたというケースが多くあります。今回は9月末頃に居住者の方が長期間経ってご遺体で発見され、管理会社様からご依頼を受けました。では入りたいと思います。入ってすぐすごい匂いですね。なかなか強烈な匂いが立ち込めてますね。こちらが今回のお亡くなりになられた現場になります。ハエもすごい量が飛んでますね。そうですね。人の体液を栄養として育っていってますので、かなり丸々超えてますね。人型になってるんですけれども、こちらが足の部分になります。腕ですね。こちらが頭部になります。この辺りが血液の溜まった跡ですね。で、枕には髪の毛がかなり付着している状況です。お亡くなりになられてからどれぐらい時間が経っているんでしょうか？約3週間ほどとお聞きしております。人間から出た体液って取れにくいんですか？そうですね。血液自体は取れるのですけれども、どうしてもこの匂いですね。もうここまでいくとかなり刺繍がものすごいことになっているので、部屋全体にもう染みついています。ですので床ですね。床も全部剥がしてしまいますし、この天井であったりとか、このクロス壁とかも全部剥がしてしまいます。でこれを剥がしたからといって匂いは絶対取れないので、その上で薬を散布してオゾン発生器でオゾンを燻蒸して、また床と壁を張り直すという工程になります。手前片付けていって動線確保しようか。はい。お願いします。お願いします。お願いします。せーの、はい。お父さんありがとう。息子さんですかね。次、メインの部屋にやってまいりました。そうですね。こちらお亡くなりになられていたお部屋になります。この辺り、ちょっと体液がついている部分ですね。
この辺りはお袋に入れてしまいましょう。はい。じゃあちょっと剥がしますね。お願いします。はい。おお、すごい。ここまでする。わ。ちょっと思った以上に表面や裏面の方が血液がべったりついてますね。おお、すごい。いや、ちょっとここまでやとは思ってませんでした。結構、わ、すごいな。想像以上です。地面にお顔が出る。あ、はい。裏なんで全然乾いてないです。え？ぬるってしない。あ、湿りがうまいな。まあ、今からこの家具とかを全部搬出、中身を全部出して搬出するわけなんですけれども、ちょっとこの辺り踏まないようにだけ気をつけてください。結構こういう現場でなんですけれども、ご遺体を発見された時に、まず警察が入ります。警察と救急が入るんですけれども、まあ、遺体を引き上げます。で、何人かで入ってこられて、こう体液を踏んで、その足でもういろんなところ、やっぱりいろんなお部屋行ってるんでね、玄関口とか人が通る動線っていうのが、意外と体液が付着してることが多いので、あまり足で踏んだりしないでください。はい。すいません、家具出します。はい。あ、でも染みてるな。染み込んでるようでした。はい。この CF これからめでるんですけれども、ここに継ぎ目があるから、そうですね。ここにカッター入れて、ここの角から、こんな感じで出していくと。これ全部剥がして、クロスを全部めくって、はい、でセメントを一層削ります。じゃないと匂いが取れないので。もうクロス入れていく。はい。誰か下降りると、まだ降りる。はい。これ、下誰見てんの？この箱の中突っ込んでね。ではこれからこの腐敗臭を消すために特別に調合した薬剤を部屋全体に撒いていきたいと思います。この機械は
マイクロジェットで、薬剤を噴射する機械です。もう微粒子単位で薬剤が噴射されます。では、始めます。今、お部屋の中が、薬剤によってすごい湿度になっています。で、ちょっとあえてちょっと床もびちゃびちゃにして、肌もかなり濡らしている状態なんですけれども、なぜここまでするかというと、薬剤を浸透させるのももちろん一つなんですけれども、湿度が上がれば上がるほど、脱臭機能が、にかなり効果があります。特にこういう人体の腐敗臭とか、体液とかペット臭については、あえて湿度をかなり高く上げて、オゾンを発生させると、脱臭効果があります。ですので、あえてもうお風呂もちょっと水溜めてます。こちらのサーキュレーターは、お部屋に溜まった、オゾンを循環させるために2台今回は用意しました。かなり高濃度のオゾンを発生させるので、人体にもかなり有害です。ですので、もうスタートしたらすぐ出ましょう。はい。はい。赤に。本日で5回目です。オゾンを燻蒸させて、部屋にオゾンを充満させて、換気をして、で、また薬剤を噴霧して、またオゾンを何回も燻蒸させていっている作業なんですけれども、だいぶ匂いの方とかも取れてるとは思うんですけれども、ちょっと入ってみないとどういう状態になってるかわからないんで、では入っていきたいと思います。真っ白ですね。そうですね。もうこれがオゾンです。あまりちょっと空気吸い込まないように注意してください。人体にもかなり有害なんです。プールの塩素のような匂いがしますね。そうですね。かなり薬剤と混じってるんで、ちょっといろんな匂いが混在してます。このまま、2、30分ぐらい換気したいと思います。外での空気が確か150前後だったんですけれども、やっぱりちょっとまだ上がっていってますね。ちょっとまだ刺繍の方も少し残っている気がします。最初よりはだいぶマシになりましたけどね。ここが血やったのか。そうですね。頭で足の頭。ここ楽しかったな。ここら辺か。血が、これ血に匂いがついてるわ。なんかそんな感じがしますね。吸収してるのか。はい、5回目のオゾンダッシュが終わったんですけれども、思ったよりも刺繍がきつくて、なかなかちょっと匂いが完全に取り切れてない状況です。ですので、特別なちょっと濃度の高い塩素系の薬剤を撒いています。で、部屋全体、土間全体にコーティングを塗っていきたいと思います。もうほんと隅々まで全部塗ってしまうので、1層、2層、二重の層で塗っていって、さらにそこからオゾンダッシュをかけていきたいと思います。
はい、特殊清掃作業開始から2週間が経過しました。このように床ですね、CF も全て張り替えて、壁のクロス、もちろん天井のクロスも全て張り替えました。オゾン脱臭によって刺繍の匂いも完全に除去されております。コロナ禍の外出自粛が呼びかけられている中でですね、高齢者の方、なかなか外に出られない、出たくないという方が増えております。今回のようにお部屋の中で倒れられて亡くなられているケースですね。でさらにそれが発見が遅れております。近所の方であったりとか、地域の民生委員の方もね、お顔を接触して、なかなか意思疎通ですね、コミュニケーションを取る機会もかなり減ってますので、できる限りで構わないので、数日に1回でもお電話してあげたりとか、ちょっと様子見に行ってあげたりとかしてあげれればいいなと思います。それだけで結構今回のようなケースっていうのを防げると思いますので、ではこれからこちらのお部屋ですね、ご依頼者の方に